Hello everyone! ゲームシーカーズのニックです。ゲームシーカーズのニコです。これからご紹介するゲームは Seven Nights Ghost。ホラーゲーム？そう。でもただのホラーゲームじゃないんだ。恐怖、サスペンス、感情豊かさを組み合わせたユニークな体験ができるインディーホラーゲーム。どんなストーリーなの？主人公はもうすぐ解体される社宅で7日間過ごします。しかし彼の部屋には復讐心を抱く女性の幽霊が潜んでいました。女性の幽霊と一緒に過ごしていくうちに彼女の過去が徐々に明らかになっていきます。復讐心の幽霊、なんか怖いね。そう、Seven Nights Ghost が作り出す雰囲気は非常に印象的です。恐怖を煽るビジュアルやサウンドエフェクト、ジャンプスケールによって緊張感を高めるホラーゲームです。血しぶきや陳腐なホラー要素に頼らず、その結果本当に背筋が凍るようなパラノーマル体験ができます。このゲームの特徴は、プレイヤーが幽霊の過去を知っていくうちに恐ろしいが同時に心温まるストーリーがある点です。この感情的な深みはホラージャンルに複雑さを加え、ゲームをより記憶に残るものにしています。なるほど。恐怖と感動が絶妙に組み合わさっているんだね。このゲームは怖い瞬間と心温まる瞬間のバランスを保っていたと思う。ゲーム内のパズルはゲームデザインの要素として非常に重要で、プレイヤーに批判的思考を求め、ストーリーの進行に寄与します。これらのパズルは知性を活用する要素をゲームプレイに組み込み、恐怖を感じる中でさらなる楽しさと挑戦を提供しています。一部のパズルは少し難しいかもしれませんが、解決することが報われ、全体的な物語にも大きな影響を与えます。なるほど。ドキドキしながら謎解きをしているみたいだね。パズルを解けた時の達成感は最高だったね。しかしゲーム後半からはやや単調気味になり、さらにグラフィックは十分なものだけど最先端のものではないため、ハイクオリティなグラフィックを求めるプレイヤーには少し物足りないかもしれないね。自分はグラフィックより内容重視だから、それを全く気にせずに楽しめましたね。続いて Seven Nights Ghost はそのゲームプレイとストーリーを通じていくつかの貴重な教訓を学ぶことができます。これはあくまでも個人の解釈です。他者への共感。このゲームはプレイヤーに幽霊の苦しい経験に共感するよう促します。他人の過去や痛みを理解することで、どんなに恐ろしいキャラクターでも人間らしさを持つことを示している。他人の苦難を理解できない私たちに共感と思いやりを持って他人と接することの大切さを思い出させてくれます。まるで美女と野獣のような話だね。そうだね。それはいい例なのかもしれない。思いやり、優しさは人を救える。少しの励ましの一言でもその人の人生を変えられる力がある。恐怖に立ち向かい困難を克服する。ゲームの主人公の課題は恐怖と困難に満ちています。これは現実でもよくあることで、私たちに恐れや大きな障害に立ち向かう力を教えてくれます。Seven Nights Ghost はこのような恐怖と困難に立ち向かい、逆境でも粘り強く戦う勇気を私たちに教えてくれます。でも怖いものや難しいものは嫌だ。そうだね。かつて有名な物理学者のアルバート・アインシュタインが言ったように、失敗や挫折をしたことがない人とは何も新しいことに挑戦したことがないということ。つまり困難に立ち向かうことは成長の機会でもある。それを克服すればいろんなチャンスに恵まれる可能性も広くなるよ。どうやって怖がらずに困難に立ち向かうの？それは自分を信じること、
そうすればチャンスがたくさんあることが見えてくる。自分を信じることが大切なんだね。でも、どうすれば自分を信じることができるの？そうだね。ニコの場合は、まず小さなステップから始めよう。自分にできる範囲のことを継続的にやって、自分の強みや経験を振り返りながら少しずつ自信をつけていこう。そうやって困難に立ち向かう力を育てる第一歩だと思う。なるほど。来週からエクササイズをしないと。ニコ、それはちょっと意味が違うね。はい、それから人間の複雑さ。このゲームの物語は人間の多面性を強調しています。幽霊の物語は悪意のあるものだけではなく、悲劇や苦しみ、過去の行動の結果にも関わるものです。この複雑さは人を単に過ちや否定的な行動だけで判断すべきではないことを示し、経験の多層性を理解しようとする重要性を教えてくれます。問題解決と批判的思考。ゲーム内のパズルはプレイヤーに批判的思考と問題解決能力を期待させます。これらのスキルは実生活でも役立ち、私たちは時折複雑な状況に直面し、注意深い分析と創造的な解決策が必要になることがよくあります。贖罪の力。Seven Nights Ghost は贖罪と許しの力について教えてくれます。主人公の行動により、幽霊は平和と終結を見つけます。この物語は過去の過ちを償うことに遅すぎることはなく、許しには癒しの力があることを示してくれます。ホラーと人間性の融合。このゲームはホラーと人間性が共存できることを証明しています。暗い状況でも思いやりや絆、温かさを感じる瞬間があることを教えてくれます。この二面性は実生活を反映しており、最も恐ろしい状況でも光が差し込む瞬間があることを思い出させてくれます。怖い瞬間と心温まる瞬間の体験ができるゲームだね。その通り、Seven Nights Ghost はホラーゲームにとどまらず、共感、勇気、複雑さ、問題解決、贖罪、恐怖、そして人間性についての貴重な教訓を提供する物語だと思う。見かけだけに惑わされず、登場人物や状況の深い側面を探求するようプレイヤーに促し、その洞察を私たち自身の人生にも応用できるよう教えてくれます。シンプルに見えて、こうして掘り下げていくと意外と奥深い作品だね。そうだね。総括すると Seven Nights Ghost は恐怖、サスペンス、感情的なストーリーテリングを巧みに組み合わせた印象的なホラーゲームだったと思うね。不気味な雰囲気、工夫されたパズル、ちょっぴりとしたコメディ、そして心温まる物語がこの作品の中で際立っています。恐怖を味わいつつ、心打つホラーゲームをお探しの方にとって Seven Nights Ghost は見逃せないと思う。もし家に幽霊が住んでいたら、ニコはどうする？ニコはね、幽霊は体温が冷たいから暑い夏にクーラーの代わりとして部屋を冷やしてもらう。それからね、美味しいかき氷を作ってもらったり、アイスクリームを冷やしてもらったり、一緒にザリンゴを見たり、一緒にいっぱい遊ぶ。それからね、買い物してもらったり、お風呂とトイレを掃除してもらったり、ニコの大好きなお菓子とかも焼いてもらうよ。なんか途中で幽霊が友達からお手伝いさんに変わったな。Seven Nights Ghost の実況動画もアップしてありますので、詳しく知りたい方はそちらの方もご覧ください。定期的に Twitch または YouTube でライブ配信をすることがありますので、もし見かけたらご参加ください。はい、以上となります。最後までのご視聴 Thank you very much。それではまたお会いしましょう。
かわいい幽霊のお手伝いさん募集しています。